おはようございます。おはようございます。最近焼肉はやっぱり白いご飯が美味しいっていうことに気づいた昼間です。はい。どうでもいい話。はい。はい。今日はですね、変な樹形の木を直そうという、そういうことでやってみたいと思います。はい。で、これは、福娘っていう、ナス娘って書いてあるけど。ナス娘。ナス娘っていう、まあ人気樹種ですね。で、非常に葉性がいいっていうのがね、特徴の五葉松で。で、私買ったんですけど、まあいかんせんこの形がおかしい。もうこれ離れちゃって面白いですね。私と奥さんみたいな感じになっちゃって、あらら離れ離れになっちゃって、間にまた別の人がいるっていういうような感じなんで、これをどういうふうに作っていくかというのをちょっとやってみたいというわかりました。ふうに思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。今ご説明した通りにこの親幹がですね、私とするとこれがちょっとこっち行っちゃってる、で、奥さんが一人で勝手に遊んでるような感じになってて、本当にうちみたいなんですけど、これ見たら怒られますね。見ないから大丈夫かでね、ちょっと一つは親幹をちょっと曲げるというのは怖いんで、これぐらいの角度になるかなって気にがしてます。ちょうどこの辺の足元のところにこう頭が来るようにっていう位置にまだ起こします。で、今日やる一番最大の課題というか、この幹が本当にここまで曲がんのって。どこに持ってくるんですか、その。この辺がこれに持ってきたい。そういうことなんですね。そうするとこことこことここの3箇所で曲げて畳み込むということなんですね。ちょっとね、ナス娘ですね、葉性がいいんで割とね接ぎ木してる木が多いんです、一般的に。で、この木がちょっとどういうあれか分かんないんですけど、見どころはごめんなさい、葉性って言ったんですけど、この木に関して言うとここら辺のなんていうんですか、うろっていうんですかね、これが面白いんですね。ただ一つ問題なのはいかんせん陣が長すぎる。これは好みでいいんですけど、当時園ではね、あんまりこういう五葉松とかでこういう長い陣はおかしいねって、言われてます。なのでこんなの後ろはどうでもいいんですけどね、でも短くします。で、これも多分畳み込む時にぶつかるんじゃないかと思うんで、途中で、やりながら切っちゃいます。一旦短く切っといていいんですけどね、とりあえずこれが邪魔なんで、とりあえず一回この辺で切っといて、寄せながら邪魔ならやっぱり切っちゃう。長いからやっぱり切りたいんです、切っちゃうんですけどね。ここら辺もそう、ここら辺もそう、ここら辺もそうですけどね、こういうのは少し短く詰めていきます。五葉松の陣は短い方が自然？自然というかね、やっぱり若いってなっちゃうんですね。こういう陣が長いと。なんでみんな短い陣に、しなさいよっていうふうに言われてます。真ん中の長いところはどのぐらいまで？いや、本当は全部取りたいんです。なんでこれ悩んでるかっていうと、これがあるから悩んでるんですよ。あるから本当にどうしようかな、じゃあなきゃいいじゃんって本当に高いんですけどだけどこれは一個見どころなんですよね。そうですね。理想的には例えばもう隠しちゃう、ここだけ見せて、ここ取っちゃって、上取っちゃって、でこれをグッと寄せてきて、あるんだけど、見せないとかね、いう方法がいいかなっていうふうに思います。ただ今とりあえず引っ張るのに必要なんで、この辺から引っ張ってって、でもしかしてこの辺まで来た時にこれがこうよく見えるかもしれない。本当はおかしいんですけどね、おかしいんだけど、ちょっとだから一体つけたままこの辺から引っ張って、これがどんだけ寄るかっていうのが最大ですねの課題で、今見るとちょっと抜く、フルッパで先取っちゃうか。フルッパが結構あるんで、フルッパ先取っちゃいますね。それからいらない枝をちょっと抜いていきます。じゃあこれはもう普通にパラ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 取るだけなので、必ず下から上に下から上にこうやると葉っぱ傷むんで茶色くなりますから、必ず下から上に、古葉取る時もそうですね、必ずこう下から上に下から上にってこれが基本ですね。フルッパ取る時は葉を傷めないようにですね。そうですね、葉を傷めないように同じこと言ってますね最近多いですよね、Q さんの言ったことを繰り返すだけっていう僕でもこの木を見た時の考え方
僕は上を寄せるのかなと思ったんですよ。ああ、それは、寄るかどうかは置いといて、まあそうですね、寄れる分だけ寄ってもいいんですけど、これがいかんせん離れすぎちゃってるんで、でね、気をつけなきゃいけない。さっき冒頭で、まあやり直しようか接ぎ木が多いって言ったんですけど、万が一これがついでた時に寄せた時にボキって取れる時あるんですよ。そうですね。昔よく聞きました、そういうのは。別にね、ついだ木が良くないって話じゃなくて、つい木はつい木でいいんですけど、ついだ木の幹を大きく曲げる時には気をつけないとボキって取れる時がある、そうですね、いうことなんで、ちょっとそれは注意が必要ですね。はい。これはあれかな、言っていいのか分かんないですけど、あっちのご用園さんってね、ご用園さんがね購入したものです。はい、ということなんで、非常にいい木ですよね。でも今は非常にちょっと変わったというか、ちょっと作りづらい。正直言って私もこう見た時に欲しいなと思いながらも、これは大変だぞって。神田君も欲しがってましたよね。ああ、そうなんですか。面白いねって。人によってこれはもう本当に人によって作り方。そうですよね。話の途中ですけど、例えば割ってっていうか、これ2つ2本にしちゃうとかね、いずれにせよやっぱこれが問題なんですよ。あることが。そうだから、それってね、人の考え方で。そうですね。盆栽の面白いところですよね。人によって作り方が違うしね、好みが違うから、最後はね、本人の好みでってやっぱりなるんだけど、そう、結構コメントでも多いんですけど、こうした方が良かったんじゃないのかみたいなあるけど、ありますね。そうなんですよね。私のやつにもその方はそう思ったんでしょう。だから私はこう思ったんですよっていう話ですよね。答えがいろいろあるものだからね。そうだからまあね、正解がないっていう、それ批判する人もいるんだけど、だから好きな作家さんがいるわけで、そうで作風っていうのがあるわけですよね。人によって違う。そうですよね。それを楽しんでいただければと思います。はい、古羽鳥が終わりまして、次にだから太い陣ですかね。これをちょっと切っていっちゃうと思います。これは先端の方を取るんで、この辺から一旦切りますね。最後全部取っちゃうかもしれないですけど、とりあえずこっち行ってキュッと向いてるようなこの辺で一旦バチッと。こっちもこれいけるかな、ノコギリで切りたいぐらいですけどね。これいけるかな。これちょっと長めに切って、そこからちょっと抜きます、自然っぽく見せるために。もったいないという人いるかもしれないですけどね。やっぱりこういう方ですもんね。心拍だとね、ありそうですけど。そうなんですよね。それでちょっとここら辺こう一回割りを入れて、硬いからあれだな、いけないかもしれないですね。こんな感じで抜いていくと。これはもともと枯れてる枝だ。の方がいいかもしれないですね。この見た感じも長いとやっぱだらしないっていうのがありますね。あとは綺麗に陣が作れるけど、実際はね、こういう今のところみたいな枝いっぱいありますもんね、五葉松。そうこのようなね、こういう枯れ方多いですね。さあ、じゃあ大体いいから、それでね、ちょっと抜け枝が見えてきたんですけど、これですね。ここに枝があるのに、ここに近いところにすぐ上にあって枝伸びしてますよね。これですね。これがあって、これでちっちゃい、これですね。伸びしてますね。でちっちゃいじゃないですか。弱いってやつですね。昨日ありましたよね、かっちゃんの高木さんの動画ね。高木さんの動画でね、あれいいじゃないですか。あれ大きさがちっちゃいから弱い、あれかっこいい表現ですよね。弱い、弱いみたいなということで、そういうことでということで切っちゃいますね。ちょっとこうしたかな。
そうするとこの辺が見えてきたと思うんですね。見えてきましたね。でちょっと嫌なのはこれなんですよ。この枝、こっちこの幹を切っちゃってるんですね。でこっち本当はあってもいいんですけど、流れがこっちですから、はい、まあ、理想的にはこっちへ持っていきたいなと。だその時にこの辺とのバランスで邪魔にならないかどうか、あとこれが寄っていった時にこれが邪魔にならないかどうか、ぶつかんないかどうかですね。はい、はい、まあできればこっちにグッと振りたいという感じですね。であとは枝が多いのがこれが1本多いかな。これね、これが出がこう缶抜きになっちゃってますよね。なってますね。見えない。ここにあんのにこれ、これね、はいはい、で出は本当はこっちの方がいいです。こっち内側になっちゃってますから、でもこれ頭ですからね、これ落とせないんですさすがに。なんでこれも取っちゃおうか。4本生えてるのか。でこれも弱いできちゃう。あと細かいこと言うと先端の方で少し缶抜きとかあれば切ってちゃうかな。こういうやつ切ってきますかね。ちょっと細かいところですけどいっぱいありますよね、枝で。要はこれとこれが缶抜きなんで先端伸ばすんだったらこれを切るんですけど、結構出ちゃってるんで真ん中を切ってこの両方、はいこっち2本残す、でこう詰めていくっていうことですね。五葉松は基本的に先端でやっぱりどんどん切って詰めていかないといけないんで、今言った缶抜きというか3本出てるような枝がないかどうか見てあれば先端詰めていくと。で小さくとどめるためにそうですね、先端を詰める。そうですね。これもいっぱいごちゃごちゃごちゃっとこういっぱいあるんで、こうやって見ると分かるかな。なんかいっぱいありますねこれ。だからこの辺もこう真ん中これは大きく曲げるのはここですよね。ここですね。ここギュッと寄せて。ギュッと寄せて。これ大丈夫ですか？いや、分からない。皮剥がれちゃいますね。皮剥がれちゃうし、皮取れちゃうと思うんですけど、ラフィア巻かないとそうですよね。なんで巻きます。ちょっと肌は。だからまた30年後の夢を見てね。いや今やっとかないとってことですよね。次の世代のために。なるほど。ね。だからこういうどうやって作ろうって思うような木がおもろいですよね。そうどうしようかっていうやつがね、まさしく今日の議題でもありますね。多分例えば僕だったらこう上を寄せたいと思ったとか、カンタ君ならどう作るかとかね、人によって本当変わる木ですもんねこれ。そうなんですよね。だからこういう木を見つけたら皆さんねチャレンジをぜひしたらいいかもね。こういう我々みたいな縁があるとね、いろんな人に相談したりとかね、いろんな人の意見があるからもちろん参考になることもあるし、先生もねいらっしゃったりして、ここはね結構悩むところなんですね。これ上立っちゃってる枝でこっち横にあるんですね。で普通ならこの上立っちゃってるっていうんでこれ抜くんですよ、この上のやつを。そうですね、この上のやつを、だけどここペタンとなっちゃうんで、それから横向きだから横向きで縮めたいっていうこともあって、なので私はこっち取っちゃいます、先端を。でここをこう穴埋めしてくれる感じ、そこは起きててもいいんですね。というようなことでちょっと大体いいかな。ということでさあいよいよメインイベントですね。ラフィアを巻いてこれを畳み込むという作業に入ってきますんで、ラフィアの準備をしたいと思うんですが、ラフィアはですね朝これお湯でつけときました。冬場はねお水だとなかなかダメなんで、もう今冷めてますけど、お湯も沸いてなかったんでトイレのお湯出ますもんね。あれを使って、トイレの水だって綺麗ですからね。言わなきゃいいだけだから弁解してみたいと、それを巻いていきたいと思います。5本か6本ぐらい束ねてやってきます。反対がいいかな。広げます。いつもそのままでもいいんですけど、ちょっと広げて幅広く使いたいんで、どうねじるかわかんないんですけど、で正面そっちですね。じゃあ前に畳みながらどっちねじるかですね。こっちかな。肌もったいないけど、もったいないですね。30年後のあなたにあなたのためにすごい進撃の巨人のタイトルみたいな。ここ厳しいな。
一番ここはね割れるんですよ。こういう陣があるここを曲げなきゃいけないんですけど、こことここにね両方しっかり当てて針金も両方かけるようにしないと多分両方曲げると思うんで、ここしっかりっていうところですね、はい、この陣の両脇、ここかなり大事な話ですね。でそこをぐるぐるっとそうですね2周ぐらい巻いておくんですかね。そうですね、まあ2周というか、まあ、しっかり当てるってことですね。当てる、ここにね、でここギューッといいですね。30年後のあなたに、今はそのためのしつけでっていうことですよね。なんで30年なんですか。いや、まあ旗が来るのに一回取れちゃったそうですね。なんで30年ですね。皮がパキパキ、パキパキです。硬いですね。これだからこれの本当あれが知りたいですよね。どういう木だったのかっていういきさつ、実は本当のね未章というか。未章わかんないってことあるんですかね。わかんないですけどね。ついでなければじゃ刺し木ってこと。刺し木は無理だな。まあやって取り木ですかね。あ、取り木か。取り木の可能性ありますね。これだから五感だって言ったけどね。ああ、そうですね、取り木か、何十年も前にやったんでしょうね。僕も今ほら五葉松取り木してるじゃないですか。塊みたいなやつ、まだ根は出てきてないですね。1年経ってない。再来年ぐらいに外すのかな多分ね。それぐらい私もね1個やってますけどね。これですよ。おお、あれね、面白いやつね。印南さんにやってもらったんです。そうです。責任重大ですね。じゃあ印南さんの責任だ何年後かにやってまた出ないとか出たらね、相当価値上がりそうな。上がりそうですよね。これ何でしたっけ、この発祥のやつ。明星明星の株立ち、商品株立ち。そうですよね。見た目良くない。そっちからか。とりあえずラフィア終わりました。終わりました。この辺がねちょっとぐちゃぐちゃですけど、じゃあ針金かけていきましょう。今日はねちょっと久々なんですけど10番、はい、結構太いんですね最近。まあかけるのはね6番とかまでかけたことありますけど、最近やってないんで、これを2本ですね。ラフィアと導線は同じ方向で巻く。ですね。こっちですね。忘れちゃうんだよな。で引っ掛けるところがないんで、ここで U の字で引っ掛けてこんな感じで引っ掛けて、できるだけここかけたいんでね、結構ギュッとですね。はい。でこう距離近いですけど、ここにさっき言ったここにもかけたいんで、距離近いですけど。でもうここからイメージですね。ここでこっち行ってこっち行く。曲げる角にですね。針金が来るように。はい。ここですね。角ね。それじゃないですか。さすがです。2回目同じに行くかどうか。2本切っとけばよかったですね。ね。こんなぴったり。外れた場合もあるからね。ぴったり。まあほぼぴったり。ほぼぴったりってことで。さあ4かけました。はい。どうしようかな。びくともしないですね。びくともしない。鉄棒買っていきますか。ここ。鉄棒。こっち側に鉄棒買って。買ってってどういうことですか。買ってって言わないの。当てて。でグイッと。でここからグイッと、そうするとここは多分テコで。テコでいきますね。ちょっとじゃあその準備。はい。鉄棒が来ました。どっちにかけるかだな。2回曲げなきゃいけないの。そう、こことここと。そうですよね。場合によってはここ。鉄棒導線で固定ですね。そうですね。で2箇所ですね。今下行っちゃったから。ギュッと縛らないと取れちゃいますよね。取れちゃうし浮いちゃうんで。さあ行きましょうか。いかない。
かないです。動かない動かないっていうか押さえるところがね、2人がかりかな。ちょっとご飯食べてきますか。力がそうね。ご飯食べて、ちょっとご飯食べて、ちょっとお肉食べて、ね。少し準備だけ。はい。1本かけていきましょう。はい。これ止めたからね、別に曲がるってわけじゃないんで、ちょっと考えなくちゃいけない。あとは力かもしれない。そうそう。で曲げた後本当は縛りたいんだけど、固定しないと。もしかしたらこれとこれでこう引っ張って、それがありますね。力が入んないんだよな。回ってますかね。回ってます。戻りますね。やっぱ止めなきゃダメですね。じゃあこれあれだな。これでやっぱりここで引っ張って。はい。かんちゃん別にやりづらいんだよこれ。はい。演習自ら。おお。さすが力ある。マッチョですから。マッチョだ。うちの編集。本当かんちゃんに今日インスタ教えてもらおうと思ったね。おお、いってる。結構まだ音も鳴ってないですね。でも。ちょっと待って、一回切る。ちょっと見てください。おお、寄った。怖いな、ここでも。いや、割れるんじゃないですか。2箇所どっちかね。いや、もう最後はでも寄ったはだいぶ寄った感じする。だってこの辺にしたいってことですよね。これ隠すぐらい。もっとだよ、全然。めっちゃちょっと行こうか。はい。ものすごい。かんちゃんと初めての共同。明けましておめでとうございます。末永くよろしく。ちょっと待って。はい、いいかもしれない。形がね、パクッとね、90度ぐらいになった。そう、回った。だいぶ変わりましたね。じゃあ外して。はい。じゃあもう一箇所。そうですね。もう一箇所はご飯の後のお楽しみで。はい。じゃあランチタイムということで。ランチタイムということで。ずいぶん長いことちょっと3時間ぐらい。3時間経過しましたね。すいません。ぼーっとしてました僕。すいません。お待たせしました。ちょっとフェスの準備で大量にちょっと購入してきましたので。3月に昼間フェスがありますんで、そこではいということですね。さあじゃあ次ですね、今度これを曲げていきたいんですね。はい。これを。今日終わりますか。頑張って。あんまりもうちょっと夕日になってきてるけど。そうですね。じゃあ急いで。お願いします。これねちょっと危険なのはこれこういうふうに当ててこっち引っ張るんですけど、そうするとねここに全部負担かかるんですよ。そっちが折れちゃう可能性があるんで、そこだけですね。ちょっとあれかな、このまま曲がるかな、って曲がんないよな。硬いです。これが引っかかってますね。そこがねな感じしますね。かなり今やったその時テンションがそこがねいきますよね。とりあえずジャッキでこれとここら辺に引っ掛けて、そうするか。それはありますね。これ今、ここ曲げると絶対引っ張られるじゃないですか。だからこっちもう一本結んでこっち切っちゃうとかすればここテンションかかんなくなるのかなと。ここでね一本かけちゃってね。今多分ここについてるから、曲げると必ずここ引っかかる感じがしますけど。なるほど。さすがですね。どうだろう。その通りですね。おっしゃる通りいただけ寺澤さんか。盆栽はこういうの考えながらやるからボケないってね言ってましたよ。そうですか。手先も使うし。それそうですね。でも盆栽やっててボケてる人ってあんまり会ったことないかもしれない。確かにそうですね。怖いですね、ボケてて盆栽やってたらね。別に盆栽やってた人がボケちゃったってことですよね。そっか。ちょっとジャッキでいこうかなと思って今。
寄せるところですね。ここをかけてもいいんで、はい、そうしよう。まあいろんなやり方あるよって話ですよね。こっちはこれはね、これも使いたいんですよ、この紐を。抜いて、これと、ここを引っ掛けて、そこで引っ張るんだ。そう、いるかなっていう。導線引っ掛けて曲げていきます。行くのか、果たして行くのかどうか。これで行ったらまた結ばないといけないんですよね。折れるかな。あ、頼みました。距離が短すぎて。あ、これ以上寄らない。やんなくなっちゃった。やっぱ外側にかけないと無理なのかな。あ、でも緩んでますよ。緩んでる。あ、本当だ、寄ってる。寄ってる。でもこんだけ締めたら枝にもかけれそうですね。ダイレクトに。でも本当やってることは畳み込みですね。まあそうですね。まさしく畳み込みですね。これ去年、一昨年の冬の畳み込みが来てるんですよ、きっと。そうですね。畳み込みもね、曲げてる時は最終形考えないで曲げてますもんね。そうですね。回ってるかな。回ってる。寄ってます。私が右が回ってないって。なんかでも音しないですよね。音しないですね。意外とやっぱ柔らかいのかな、この時期。でちゃんとやってるから。まあそうですね。やんなきゃ割れてますよね。だってだいぶ近づいてきましたもんね。近づいてきた。こんな離れてたのが。いろいろもんですね。こんなぐらい古くても曲がんですね、こんだけね。だいぶ曲がりましたよ。だいぶ曲がりましたね。パキパキ言い出しましたね、でも。私聞こえないんだけど。本当にパキパキって。パキパキって、皮が剥がれてるかもしれないですね。まあそうでしょうね。本当だ。どうしよう。どうですか。全然寄りましたね。寄りましたけど、もうちょい行きたいな。やっぱり。すごい。行ってますね。大丈夫か。なんか切れそうだ。またいっぱいになっちゃった。ジャッキの限界がそれほど近づいたってことですよね。この辺でしたよね、もともとね。こう当たってますもんね、シャリが。それと今度やっぱりこっちを今度そっちにつけるっていうね、これをこう下げるんですね。こういうところをね、本当に畳み込みみたいな。畳み込み。この葉っぱがこっち出るぐらいまでいければですね。芯にね、かぶさるように。で、あれかな、やっぱり引っ張んなきゃダメかな。引っ張んなきゃって思って。一回転寄ってくる気がする。ぐいぐい寄ってます。もう完全にぶつかってますね。そうですね。逆にこの間いらなくなっちゃうんじゃないかな、これ。ちょっと全然変わりすぎて違う気になっちゃったです。構想になっちゃったっていうか、構想と違う感じに。違うなっちゃったですね。これいらなくなっちゃったな。頭どれにしようになっちゃった。これね、切っちゃいましょうか。切っちゃう。これ。その枝。寄りすぎて。頭がこれを頭に使いたくなってきた。もともとどれが頭だったんだか分かんなくなっちゃったけど。そんな後ろのやつ頭にするんですか。これ正面どっちですか。そっちですね。こっち。こんな後ろの枝が頭なんですか。それを短く切って。いやだけどこれ差し枝だもんな。うわ全然変わりますね、これ。これが面白いところですね。そうですね。これやっぱりこっちをもうちょっと引っ張りたいな。これはこれでいいとして、もうちょっとだけやっといて、もうちょっと引っ張り、ここさっきのやつ。もっと寄せると。これもういかなかったんだ。いや、でも位置変えてるからちょっと寄ってますよ。ちょっと寄ってますね。寄ってる。
言ったな。行きました。だいぶ今どういう問題があってどうしたらする、今ねちょっとこうやって見てください、はい、でぐーっと言ったためにまず一つはここ書かれていいんですけど、これが低すぎるんですよね。でこれを取っちゃうかっていう話があるんですけど、あと頭をどうしようかっていうのがあって、はい、これが頭の一つの候補なんですね、はい、今位置としては、そうするとこの枝だけになっちゃうんで、こっち側逆枝が、逆枝がですね、これ取っちゃってこれだけで頑張るかという話と、これを後ろですね。そうこれを頭にして、これを裏枝にしてこれ頭っておかしいな、取っちゃうかってなんですよね。なるほど。そこの棚の使い方、パズルですね。そうですね。あとここも2つあるから、これねちょっとどっちか取りますね。これ真ん中取っちゃっていいかな。ここ枝が近いところにあるんで、はい、これはとりあえず先取っちゃいますね。これね、はい、なかったと思えばいいんで。枝なんて最初からなかったこれね、なかった最初からこうだったって思えばいい、ある枝で作るということで、何でしたっけ、産地15分。はい、ここで引っ張ってて、これがこう下がっちゃったんですね。下がってるって言ってた。これね。これこことここのやつ引っ張ってて、ここでこう支点に引っ張ってたんで、はい、下がっちゃったんで、今度こっちを起点に寄せます。これを。はいはい。で、あれをちょっと一回取っちゃいますね。今。あれを。今やったとこですね。ここ起点にって言ってたやつを、あっちのやつを取っちゃいます。なんか若干噛み気味なんですけど、一回切っちゃいます。戻った。ちょっと戻った。結構。逆に上に行ってたやつをちょっと戻したいんで、寄せていく。だいぶ寄りましたね、これね。はい。そうしたらやっぱこれいらなくなっちゃう気がするな。この枝自体が。そうですね。当たっちゃってる。当たっちゃってる。そうするとこれも枝でやっぱり頭はそうですね。これいっちゃうかな。立て替えてここに頭で。上からこれが出てますけどね、でもね。そうだからそこがちょっと嫌なんですよね。大仕事じゃないですか。大仕事ですね。果たして終わるのか。っていうか今日は終わんない。教室何時までですか。今日5時までです。今日5時まで？5時まで。9時まで。9時までかかれば終わるみたいなんで。みたいでいいですけど。定点でいいですか。定点カメラでいけますか。一人で喋りながらやってみた。すごいな、こんだけ寄るんだもんな。ここにあったんですかね、元からね。とりあえずこれを切っちゃって切ります。ここ。はい。でこれやっぱりシャリを見せたいっていうのがあって、切ります。もうだから全然何がなんだとかっていうのは変わったってことですよね。どういうことですか。何が何だとは変わった。これが頭とか。もともと構想がなくなったってことですね。ここにあったやつがね。はい。なくなりました。っていう感じですね。感じですね。はい。これすごいこっち向いちゃってるから、これをだから今度また下げていかなきゃ。下げなきゃいけない。みんな下げなきゃ。流れがね、あんまり出ないんで。ということで。大仕事だ。で、一つ言っとかなきゃいけないのは、枯れるかもしれない、こっちが。こんだけ仕事したからね。で枯れるかもしれないっていうつもりでやってますよって。でダメになったらもうこれ一本でやる。そうですね。そういうのもできますからね。できるんでね。ぐらいやった方がそうですね。いい気になるからやってると。そうですね。で多分枯れないような気がします。多分枯れないと思います。はい。大丈夫ですか。大丈夫ですか。食べ過ぎですよ。これだけやっちゃうか。こっちだけかけちゃいますか。そしたらこっちだけかければ割れないような気もするな。あと1時間。
とりあえずこれは、こっちに残すんでこっちだけやるんだったらいくかもしれない。いけますかね。でイメージとしては、はいこの後ろのこれを太いやつ頭に芯にしたいなと。ということはギューッとねじっていくんですね。それも非常に危険な仕事ですけど、この辺からちょっとやっていきましょう。これをねまず下げたいんですね。これとこれを差し枝、これが差し枝ですね、この2つで。なんでこれずーっとこうねじりながら下げていく、これも下げていく。頭がこれになれないかなって後ろからぐーっとこっちに持ってくると、実際にはこれですよね。これが頭になるかなって。なるほど。はい、太いしね一番という感じでちょっとやってみたいと思います。当時円から14番の針金をちょっとかっぱらってきて14番ですね。この枝かけたいんですね。適当にそのぐらいですか。20センチ30センチぐらい。任せてください。すいません、ちょっとかすめてきました。すいません、ありがとうございます。ああ、いいですね。すいません。盗難の証拠です。これは証拠映像。はい、これですね。後ろにあったやつが割れた。後ろバックに行きましたね。割れました。だけどとりあえず前に来たってことですね。頭の位置にね。頭の位置が来ました。なんかこれがやっぱ頭にしたくなるっていうのはありますね。やっぱ太いからね、これがね。とりあえず針金かけました。お疲れ様でした。とりあえずこっちだけ荒掛け。はい。たのはとりあえずここを見せたいなと。陣は長い陣は、やがて切っちゃうつもりなんですけど、この辺が面白いんで残すんですけど、とりあえずこの辺を一旦隠しましたと。なるほど。なくなってもいいよっていう話ですね。ここはね。はい。ちょっと固めつけるんですか、植えるとき。ごめんなさい。それでね、ちょっとこうします。そうだ、それイメージしなかった。いいじゃないですか。いい。これで終わりでもいいかもしれない。やっぱりとりあえずそうですか。いやかけますけどね、一応こんな感じで、最初に言ったんです。これね、いいや、ここの位置が頭がなるようにというところで、この角度で、傾ける。頭がねちょっと幹のスタートと一緒だと来るとなんとなく安定感があって、でこちらの、右ながらですかね。でここは後ろから強引に頭を持ってきました。頭っぽく見えますかね。見えます見えます。で少しこれも間があると思うんですけど、ある程度これこう棚ができてるっぽかったんで、気になったところだけ細かい針金かけましたけど、こんな感じでいいんじゃないかなと思って、棚っぽくなりましたよね。なりましたね。強引に言わせてますけど、というところで、こんなところにはあったと思うんですけどね、強引に持ってきたということで、枯れなければ大成功じゃないかなというふうに思いますんで、今日はもう時間の関係でちょっと私お昼休み遊びついちゃったんで、そうですね、3時間ちょっとこっち完成しなかったですけど、また写真は明日家でお留守番なんで、やってお送りしますけど、こんなところで、今日の完成というところでね、でも1時間ぐらいで針金かけたと思うんで、ここはね、というところで、何でしたっけ、変な木をなんとかしようなんかそんな感じだった気がします。このね幹模様も結構面白くなった。後ろから見ると面白いですね。ここの感じが、そうですね、カクとなって多分大丈夫だと思います。ということなんで、僕この幹も見せて、あとはこの枝だけちょっと気になっててね、これが今木としてはいい位置にあるんですけど、本当はこれ幹を切ってるんでこっち持っていきたいんだけど、持ってった時に行き場所があるかどうか、ここのやっぱり間が消えちゃうんですよね。どうなんだろうな。もう時間帯もんな。もうちょっと暗くなってきちゃいましたね。もうそろそろ終わりの時間なんで、今日はこんなところで、ということで今日一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。自分が気にないなって言った時はやっぱりなんとか頑張ってみて、今日はラフィアと導線をね、2本10番2本回して、あとは引っ張ったっていうやり方ですかね。でも大丈夫だと思いますんで、こんな風にやってみていかがでしょうかということで、今日のこの動画がいいねという方、いいねボタンとチャンネル登録
まだまだチャンネル登録募集しておりますそれはね、そんな言い方、まあ、初めて聞いたけどあ、そうか、まだまだ募集してます。募集してます。確かにそうです、それはさ当たり前ですよね、はい、まだまだ募集してますし、メンバーシップも、はい、やって、登録をお願いします。お願いします。あと昼間さん、インスタグラム始めましたので。そうですね、多分この放送されてる頃にはやってるかと思うんで、まだ投稿ゼロなんで、ちょっとフォロワー数ばっかり伸びちゃってるんでプレッシャーかかってるんですよはい、ということで今日はアップしたいと思いますので、はい、皆さんフォローお願いします。よろしくお願いします。じゃあそちらの方も頑張ってますんで X も頑張りますけどね。はい、ということでどうも一日ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱり長いんで天神がやっぱりいらないなっていう気がしますので、切りましょう。じゃあこの辺でおまけでね、形が変わると形が変わるっていうあ、もうね腐ってますね、やっぱり。怖いですね、このそれはね。溶合剤塗ってても腐るんですね。もうそうね、ふかふかになってるんだよな。ちっちゃくなった。ちっちゃくなりましたね。このままでもサイズ的にはそうですね、いいですよね。ここ見るだけでいいんですもんね。そうですね、見どころは。でもなんかそこなくなったから、やっぱここちょっと間が大きくなったような気がそうですね、するから、枝寄せにはいいかもしれないですね。ここをね、バランスなのかな、やっぱな、こういうの。そうですね。でこれ寄せてきたらまたさらにいらなくなるかもしれないね。だんだんちっちゃくなくなっちゃって、あるいはこの幹からこの枝が出てるように見えるとかね。それもありますよね、寄せたからね。なかなか。はい、ありがとうございました。おまけでした。もう本当それで終わり。終わりです。終わりでした。